こんにちは。今、バンクーバー空港に来ております。急遽なんですけど、アメリカに行くことになりました。久々にですね、父に会いに行ってきます。久々に、どんぐらいぶりなんだろう。もう、かれこれ、10年近いんじゃないかな。会ってないの。ずっとね、言いたくても言えなかったことがあるんでね、クソじじいにガツンと言ってやろうかなと思ってます。はい。高いよ普通に。どうしちゃったのこれ。クソじじい。フライトがあと1時間後ぐらいかな。あらやい。Pede. Oじいちゃん。おじいちゃんです。はい、どうもこんにちは。お疲れさん。はい。うちのおじいちゃんを紹介します。おじいちゃん。はい。お疲れ様。うちのお父さんはですね、まだうちにいるみたいですね。父です。俺の偉大なる父です。はい。ちっちゃい偉大なる父。日本じゃない、アルゼンチンから持ってきた球根。あ、そうなの？うん。知らんけど。球根を持ってきたの。球根は持ってこれるんでしょ？あ、持ってこれないよ。犯罪者の家族だから。これは触ったらダメ。それは大丈夫。簡単に触らないようにして。本当？本当だ。この辺にリンゴの木があったんだよね。もう今見えてるね。あるな。ここに座ってちょっとゆっくりしますかね。待ってないんです。待てどは出てきません。疲れちゃったの。鯉は鯉する鯉じゃなくて魚の鯉。鯉は鯉じゃない。何ですか？バンド拾いやす。昔ね。バンド拾いやすっていう人の歌で。よくね、みんなこう集めてお酒飲んだ時なんかに歌って帰って。今日2日目ですね。今日と明日も帰ります。もう全然時間ないんだけどね。まあ父ちゃんとね、明日ちょっと話できればいいかなと思ってます。ここにいるうちのお父さんの話をね、ちょっと聞いてみたいと思います。俺とかはね、なんかアルゼンチン生まれでその後に日本に移ってみたいな人生を送ってきて、なんかみんなに珍しいねとかって言われるけど、俺はただね、この人についていっただけだからもう俺は何もしてません。この人がね、全部切り開いていったから、どんな感じで人生をね歩んでいったのかをちょっとまあ短くね。あ、それじゃあね、どうしてアルゼンチンに行ったか、そうなんだよ。そこからなんだよ。そこからでいいよね。そうだよ。だってその頃は今と違ってね、簡単に海外に行けるわけではないし、そうましては地球の日本の裏側だからな、アルゼンチンなんてね。で、なんでそもそもじゃあアルゼンチンに行こうと思ったの？それはね、話せば長くなるけどね。大丈夫です。もともと本当はね、お菓子を作るのがそういうのが好きだった。あ、そうなんだ。お菓子屋さんに仕事を習いに行ったこともあったんだけど、体を壊してね、うちに帰ったことがあるのよ。で、療養してる時にアルゼンチンと日本とのね、協定で交換留学生に、今で言ったら交換留学生みたいなのがあったんですよ。あ、それはいいなと思ってね、お父さんには内緒でね、
みんなには内緒で試験場に入ってそういう勉強を しないとダメだからと思ってね、やったわけ。そして幸いね、選ばれたわけよ、3人のうちの1人に。お父さんと一緒に行くのは宮崎県から1人、京都から1人、茨城県から1人、日本で3人だけ。農林農業試験場だったと思うんだよ、大きいところで。もう広いところだったね、本当に。茨城県。そこで研修があってね、スペイン語からそれから機械類の操作仕方、そういうことをずっと実習やらされたわけです。その時はね、もう本当に楽しかったね。大きな試験場でね、いろんなこと毎日いろんな器具の使い方とかね、言葉の勉強とか、それから近所のお百姓さんのところを見て回ったりね、本当にそういうことがあって楽しかったね。何ヶ月間ぐらいその試験？3ヶ月ぐらいだったと思うね。やっぱそのお父さんと、いや俺のおじいちゃんとおばあちゃんはそのアルゼンチンに行くよっては言ったんだね。そうだからそれ決まったから行くよって言ったら、お父さんがね、そんなことしないでもいいからもう今の試験場から仕事をちゃんと普及員、その頃農業普及員っていうのがあったんです。それでね、もうお父さんがもう私のお父さんがね、試験場の場長さんに頼んで、もうどこか決めてやってくれて、早く外国に行きたがってるからっていう、そういうこと言ったわけ。行ってほしくなかったんだね。行ってほしくなくて、そしてもう決まってたんだけど、お父さんに私はもうどうしても行ってみたいって、外国に、だから今のうちに行ってみて、3年だけだから、すぐ帰ってくるんだからって言って、その研修を受けに行って、それからそれじゃあっていうことであれして、なるほどね。でそれで12月の暮れぐらいに、12月のね、もうクリスマス近かったと思う。そうなんだ。その頃にみんなで横浜からね、オランダ船だったんですよ。船なんですよ、その頃。飛行機じゃないんだよね。飛行機はないですよ。今から何年前？今から60年前。60年前だ。20歳ぐらいの時だね。そう20歳の誕生日は、船の上でやってくれたんじゃなかったかな。そうなんだ。すごいね。で、ワンさんっていうね、中国人のボーイさんがいて、お友達になったんだ、その人と。そしてね、船って何ヶ月ぐらいかかったの、日本から？2ヶ月ちょっと。2ヶ月船の中。でまず中国に泊まったってことですね。でそれから、横浜の港を出てから韓国に最初行ったんです。韓国だ。韓国に行ってね、韓国でまた韓国人の人たちが、家族がね、移住する人たちが乗ったわけ。どこに？いろんなところに？ブラジルにほとんどブラジルに移民してたわけよ、その頃は。それから今度は沖縄に行った。そうなんだ。またずっと下がっていってね、そして沖縄でも沖縄の日本人の移民する人はブラジルに乗ったわけ。そうなんだ。家族がいっぱい。だから戦争の方の戦出の方はみんなそういう移民する人でいっぱいだったね。そうなんだ。だから賑やかだったんだ。そうだよね。いろんな人間が集まって、そして船の国産はみんな中国人。そうなんだ。機関長さんとか船長さんとかそういうのはオランダ人だったけどね。その船の中は何語でみんな会話っていうか？日本語よ。その時はまず日本語。ボーイさんたちね、日本語を片言話すね。そうなんだ。すごいね。私にはベントさんって言って、バンドって言えないのね。ベントさんって言って、そのワンさんっていう人と友達になったからさ、その人がね、いつもその言ってね、なんか持ってきてくれてさ、食べ物。それから、沖縄を出て、
今度は香港に着いたんだ最初。香港に着いて香港からシンガポールに行って、それから少しずつ降りていったわけよ。そしてインドよの下の方をずっと通って、セイロン島ってあるでしょ。セイロン島ってお茶の産地。そうなん。それからもう南アフリカの、港をね、ポルトリザベスとかなんとかもう全部は忘れちゃったけどね、その港を順番にこう荷物を下ろしたり積んだりしながら、貨物兼旅客だった。そうだよね。そうやりながら港によっては 2,3 日泊まるんです。そういう時は港から降りれるわけ。そうやって降りて遊んでその辺見て回って、港の近くだけで、でも楽しかったよ。もってねアフリカはね近くに港近くにこう行くとね公園みたいなとこがあるんです。あとねこういう木がいっぱいあってね、そういうにランなんかがね自然に生えてるのよ。で、すごく綺麗な花がいっぱい。それはもうすごいな、いいとこだなと思ったね。もうやっぱりそしてね町があるでしょ、港のそばだから。だけどね人種差別がひどかったの。人種差別が黒人と白人の。だからねバールでも何でもね黒人用と白人用は別なんだ。でね郵便局みたいなとこ、そういうところはね一つの郵便局でここに白人の入り口あったら黒人は向こうの方に入り口、そういうような感じだったね。そういう時代だよね。まだ頃はね本当にもう人種差別が激しかったけどね、僕たちに何も降りていっても何も危害は加えられなかったけどね、それでずっとアフリカの南アフリカをずっと下っていくでしょ、で最後がケープタウン。そこがまた綺麗なとこでね、綺麗な街だったね、あの頃でも。忘れられないのはね、マウンテンテーブルとかって言ってね、山がね平らなのよ。港からも見えるんだけど、でその途中まで一度上がったことあるけどね、言われて下から見たら綺麗なんだって。あとね夕方になるとね、それが霧みたいなね雲で、真っ白い雲でその山がずっと覆われてね、手かけをかけたみたいな感じに真っ白いこう下がってくるのよ。それを下から見ると綺麗なのよ。こう平らでしょ山が、それにこう真っ白いあれがかかってきてね、霧がこうやってこうやって下がってくるのよ。あれだけを忘れねえ。すごいね。すごかった。綺麗だ。そこを出てね、そこの海岸線はね、昆布のこんな大きいのがねこうやってあるのよ、いっぱい。頃はね、だから取らなかったのがね、今でもあれを思い出すよ。食べなかったんかな、その頃の人たちは。そうかもしれんね。そこを出てね、今度はオセアのアトランティコに入るわけよ。アトランティックってなんて言った？大西洋ね。そしたら波がすごいの。荒れ方が。もう船がこうなるのよ、大きい船が。そしたらね、このテーブルの上に置いてて、そんなも置いてたらささーっと流れ落とされちゃうのよ。それでみんな船酔いしちゃったの。でもうゲーゲー吐いてさ、ご飯も食べれないでみんなベッドに横になってたの。それ幸い僕何にも酔わなかったのよ。そうなの？酔わなかったんだ。船酔いしなかったの？全然船酔いしなかったの。すごいじゃん。だからこうやってもう船階段なんか上がったり降りたりするのもちゃんと握ってないと危ないのよ。それだけ気をつけないと。なるほどね。だからそのお友達になったワンさんがそこで2人で食べて。なるほどね。だからそれからね、ものすごく船酔いしてみんなご飯も食べれないで寝てたけど、僕はなんともなかったから、ワンさんと2人で美味しいもの食べてそれからブラジルのリオデジャネイロに着いたらもう港しばらくほら
の積み下ろしがあるからそうだよね。泊まってそしてリオデジャネイロで降りる人たちがいるでしょ。そうだよね、移民の移民の人人たちたちね。あの人たちが降りて、ほとんどの人が降りたね、リオデジャネイロで、そこで港に降りていろんなね果物がいっぱいあるわけよ。そうだよね、ブラジルだから市場ありそうだよね。そしてね、そこでいろんな安いんだよ。3人でさ、みんな1人はバナナのこんなのを買って、1人は何を買ったんだったか、いろんなもん買ったわけよ。見たことないフルーツとか。面白いね。一つ梨ね、洋梨のね、もう買ったのよ。美味しそうだって。こんな日本の梨はほとんど丸いじゃん。丸いよね。それがちょっとね、そうだよね、ちょっとそうだよね。それもこれ変わってて美味しそうだって言って買ってね、それが面白いね。そしてみんなもう船に持って3人でさ、みんないっぱいかけて上がってさ、そしてこれ梨美味しそうだからって言ってこうやって持っていったら、あれはね臭いんだよ。ちょっとわかるよ。慣れてないと、今は何とも思わないけどさ、うわこれ腐ってるよってみんな投げて海にさせっかく買ったの食べないで。食べないで。それはね、もう後でアルゼンチンに着いてしばらく経ってもそういうのに慣れた時に言って、あの時はアルゼンチン捨てちゃったよなって言って友達と会った時によ、大笑いよ。そりゃそうだよな。でだからそれからサントスに着いて、サントスからサントスってどこ？ブラジルのブラジルのサントスってところにね行ったのね。リオデハネイロ、その下にサントス、サントスから今度はウルグアイのモンテビデオ、モンテビデオからブエノス、それからアルゼンチンのブエノスアイレスに着いたんですよ。なるほどね。もう引受人の人たちが港に迎えに来て、そっちで仕事が始まったわけ。じゃあずっとしばらくの間もうブエノスアイレスにいたってこと？そうずっとね。そうなんだ。ブエノスアイレス3年間もそこの農園でやらないといけなかったから、実習はね。そうだよね。であちこちね、お休みの日は連れて行ってもらってね、あっち観光にね、そんなことをやってたけど。でまあ3年間その仕事をして、でなんで残ろうとしたの？気に入ったからだよ、あっちがアルゼンチンが、気に入ったからって。だからそれからはもうアルゼンチンをずっとあちこち回ったりして。そうなんだ。でまあ今みたいにさメール打ってとかってはないから。手紙だったんでしょ。だからお手紙はね、だから1ヶ月かかるんですよ、日本に着くまで。そうだよね。でそれからまた1ヶ月かかってくるから、もう何年書いてやったってさ、お父さんもこれでしばらくこちらに残ることになったからって。いやもう心配でしょ。向こうだってそんなに怒ったってしょうがないじゃない。もういないんだもんな。まあそうなんだけどさ。で向こうから何とか言ってくるわけよ。体壊さないように気をつけろとかさ、そう言ってくるだけでね。何年後に帰ったの？じゃあ一番最初に。最初に帰ったのね、5年くらい経ってじゃなかったかな。そうなんだ。5年経ってから帰ったんだね。5、6年経ってたと思うよ。その時にまた船で帰ったってこと？いやもうその時はもう飛行機はもう。日本人がやってる旅行者があってね。そうなんだ。その当時にね。でそこでもう古い人たちはもうそういうことをやってたし、やっぱりそういう仕事のためにあっちに移った人もいるらしいからね。でもほとんどね沖縄の人だった。そうなんだ。日本人の仕事といったら洗濯屋さんと花屋さんだった。そうなんだ。その頃は。でもう今はね、もう花屋さんやってる人も少ないし、洗濯屋さんも少ない。そうだよね。もうみんな2世3世4世でしょ。もういろんな仕事してるから。だからもうみんな他の仕事する。一番最初に行く時にさ、不安とかなかったの？アルゼンチンに行くってなったって。楽しかったね。やっぱり希望を持ってなんていうか、未知の国に行くからやっぱりいろいろ想像するじゃない。ファンよりもどんなとこだろうとか、どういうことがあるだろうとか、そういう、
ことを夢見るからね、うん若いから。まあやっぱりこれも悪かったのかな。なんかそういういじめはなかったの？全然なかったね。あ、そうなんだ。南米の人はね、人がいいんですよ。そうだよね。なんだかんだ言ってもやっぱ珍しいでしょ、日本人みたいなのが、アジア人みたいなアジア人やっぱり親切にしてくれないのね。週末はね3人集まってね、ブエノスに映画を見に行ったりね、テアトルに行ったり、バールにいっぱい飲みに行ったりしてたのね。でもね、その頃はねちゃんと背広を着て、革靴履いて、帽子かぶって、ネクタイちゃんとしてないとどこも入れないのよ。あ、そうなんだ。銀行も入れない、バールにも入れない、テアトルやシネなんかとてもじゃないけど入れない。あ、そうなんだ。だからちゃんとした格好で。でもあの頃はね本当に、何も危険がなかったね。今はほらもう、盗みが激しいしさ、もうそんな格好してたらもう剥ぎ取られてしまう。そうだよね。でその当時はもうまだ穏やかだったってこと？穏やかだったし、やっぱりそういうふうにヨーロッパの伝統をあれしてるからみんなシャッとして歩いてたよね。そうだよね。今はほらもうね、ズボン半ズボンでシャツをただ着てから行ったり来たりして、銀行でもそんな格好で出入りするでしょ。まあね。昔はそんなことできなかったの。あ、そうなんだ。入れないんだからそんな格好じゃ。あ、そうなんだ。入れてくれないかったんだよね。慣れてしまえば別にどうってことなかった。慣れたらもう別にどうってことないしね。なるほどね。そう。そして食べ物に慣れるのが一番ね。外国に行ったら食べ物に慣れないとやっぱり。お父さんは大丈夫だったの？なんともなかったね。やっぱり全然別に。だいぶ草食で鍛えてたからね。小さい時からね。まあそうだよね。戦後すぐまだちっちゃかったもんね。すぐ慣れちゃったもんね、食べ物。やっぱ食べないとお腹すくじゃん。骨入ってようとなんとも、そんなこと考えておれないし。で割と美味しいんですよ、スープが飲んでみたら。まあね。日本のスープみたいになんていうの、淡白でないからね。最後にやっぱね、その夢を追いかけようと思ってる人でもやっぱ今なんか不安だ、うまくいくかなとか不安だったりする人たち結構いると思うんだよね。でそれはあるよ。それはあるよ。お父さんだってやっぱりね、こんな仕事したいな、あんな仕事したいな、どれがいいかなって、考えてたよ。だけどやっぱりね、自分の好きな仕事がいいって言って花作りさ、そういうの。それをなんかその決意するその何か秘訣とかないの？もうやる。なんていうの、それはもうやっぱり冒険心があるからそうやって知らないところに行くんだから。なるほどね。それがなかったらいけないよね。自分の県からも出たがらない人いるじゃない。いるよね。そう。東京に行って仕事したいとかさ。学校だってね、他の県の学校に来たがらない人もいるでしょ。だからその人の性格だと思うね。だからまあそれは別に無理してやる必要もない。無理して行く必要もないしね。なるほどね。それがだから本人のやっぱり考えが次第だし。だからそういうことはもうちょっとこうやりなさい、ああやりなさいとも言えないよね。だからお父さんのいいところはやっぱいい想像力がなんかいい夢を見てたってことだよね、最初にね。まあいい夢だったか悪い夢だったかはわからないけどさ。なんかいいことこういうふうなこと起きるかなみたいなとかさ、なんかそういう想像力を働かせて、だから飛び込めたっていうのが。だからね、ああいうところまで行ったんだよ。そうだろうね、きっとね。じゃあまあポジティブに考えてっていうことだね。そうですね。何でもやっぱりプラスの方に考えないとね。いつもマイナスじゃね、くじけちゃうじゃない。そうだよね。お父さんもね、貧乏しとってもプラスそうだよね。思考で生きますから。いやよくだけどなんかいろいろとあったけど、なんか結構楽観的だよね、お父さんはね。どちらかというとね。でないとね、これまでやってこれないです。本当だね。
いやまあいろいろとまああったけど、まあ本当に俺は感謝しかありません。本当にありがとうありがとう、こうカメラの前だから言ってます。何もしてあげれない。いやそんなことないですよ本当に。してあげられんかったけどね。いや本当にみんな子供たちがね一人一人頑張って自分の生活を築いていったんだけど、いや子供たちの力です。お父さんの力じゃないいやです。そんなことないよ。だってなんか今この年になってさ、なんか必要として今子供いないけどさ、なんか自分で食っていくだけでも大変だなって思いながらもやってるのに、なんかやっぱ子供兄弟5人も育ててくれてっていうことを考えると、いやー頑張ったなお父さんっていうふうに頑張りもしなかったよな。いや頑張ってたよ。だいぶ苦労させたもんね。みんな子供たちに頑張ったよ本当に。子供たちはもう一人で頑張ってくれたから、とても嬉しいんだ。でこれからなんか夢とかあんの？なんかこうしたいなとか。みんなのうちをくる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 回りたいの。それが夢だね。そうだよね。元気なうちにね。残念ながら孫が少ない。まあそれはもう何とも言えません。それは何とも言えないけどさ、でもみんないい人だからね。奥さんいい奥さんをもらってるし、いい旦那さんをもらってるし、だからそれが一番いいですよ。幸せにみんながね、生活していってくれてるから、それが一番嬉しい。はい、頑張ります。はい、頑張ってください。はい、ではこんな感じで終わりましょう。はい、ありがとうございました。いえいえ。本人を目の前にするとやはり言いたいことの1割も話せませんでしたので、この動画を見てくれてることを期待しています。俺は本当にお父さんに感謝してるし、尊敬もしてるよ。確かに裕福と言えるような生活ではなかったけど、毎日俺たち兄弟全員のために生活代をお母さんと一緒に稼いできてくれて本当にありがとう。肉体的にも精神的にも大変だったと思うけど、本当にご苦労様でした。若い時にいろいろとご迷惑をおかけいたしました。本当にすみません。家族のためにお父さんの時間を全て捧げてきたのを見てきて本当に強いなと思いました。これからは何か力になれることがあれば遠慮なく言ってください。くれぐれも体に気をつけていつまでも長生きしてください。本当にありがとう。それから世界中のお父さんたち、父の日おめでとうございます。またね。あっさりしてんだ。俺てっきり中まで見送りに行ってくるのかと思ったらさ、終わりここで。もうカメラの準備しながら。言いたいこと言えたかな。言えたかな。